こんにちは、ミリアです。今日は私のお仕事について話していきたいと思います。私のお仕事はファッションデザイナー、プリペペというブランドのデザイナーをやっているんですけど、どうやったらファッションデザイナーになれますかとか、どんな勉強をしてきましたかとか、そういう質問をいただくことがすごく多くて、こうやってね一つの動画にまとめたいなとずっと思ってたので、今日はそれについて話していきたいと思います。まずは自分のバックグラウンドについて。私は日本生まれなんですけど、その後すぐ幼稚園生の時にアメリカに引っ越して、ちょっとね父親の仕事の関係で家族全員で引っ越したんですけど、その時のね生活っていうのが私の中では結構大事なポイントになってくるかなと思ってて、私の両親ももともとすごいアートとかそういう芸術とかがすごい好きな2人なんですけど、そういう影響もあってアメリカにいる間も本当にいろんな美術館だったりとか博物館だったり、ちょっとねアーティスティックなホテルに泊まったりとか、本当いろんな景色を見させてもらって、いろんなものをとにかくそのちっちゃい時に吸収した。あとはアメリカにいる時にアートスクールに通わせてもらったりとか、本当にねアートっていうものに触れ合うことがすごく小さい時から多かったです。アメリカにいた時のもう一つ私の今の職業に影響してるかなって思うポイントが、私がアメリカに引っ越した時って日本からおもちゃとか何も全然持って行ってなくて、遊ぶものが紙とペンとか鉛筆とかそういうもので遊んでねみたいな感じだったんですよ。で、友達もまだすぐにはできないし、家で絵を描いてたっていうバックグラウンドがあって、なので私小さい時から本当に絵を描くのが大好きだったし、私の一番得意なことが絵を描くことだったんですよ。やっぱ日本を出て海外に小さい時から住んでたっていうその異文化に触れて、いろんなものを見てきたっていうのもあるんですけど、本当物理的に絵をひたすらに描いてる時間が長かったっていうのももう一つあって、自分の今の職業にたどり着く大きな要因になったかなと思っています。本当ね DIY とか自分でものづくりとかするのがもう小学生の時からすごく好きで、なんか覚えてるのは初めて買ってもらった携帯が小学生の時だったんですけど、自分でほんと細かくデコったりとか、自分で刺繍の柄を作ってバッグに刺繍したりとかで、その後私中高一貫に進んだんですけど、本当にねちょっとお堅い学校に進学したんですよ。なんかねやっぱ4大に行くこととか賢い学校に行くことみたいなのが結構正義とされてた。で、私はどこかで美大に行きたいとか、そういうデザイナーの道に進みたいっていうのは小さい時からあったし、それだけ自分は美術が好き、アートが好きっていうのがすごくあったので、どうしようかなってすごく迷ったんですよ。その中高校生の時、特に進路を決める高校生の時に、ちょっと私が美大に行きたいとかって親に相談し始めた時には、もう美塾に行くにはちょっともう遅いっていう話になったりとかしてて、やっぱ無難にもう4大に、普通の4大、美大とかじゃない4大に行こうっていうふうに思って、ちょっとそういう周りの風潮プレッシャーに若干押しつぶされて、自分はそういう道にはまず進まず普通の4大に進みました。で、今でもすごい覚えてるのが、私美術がすごい好きだったので、なんかひたすらに美術室にいたりとかしたんですけど、なんか私の美術の先生が、私が高校3年生の時とかその進路を考えてる頃に、金光本当に美術の道に進まなくていいのかってなんか問いかけられたことがあって、なんかその時にすっごい揺らいだんですよ。でも今から美大を目指しても遅いかなとか、美大に進んだところでどういう仕事に就くかってやっぱ安定じゃないかな、安泰じゃないかなとかっていういろんな迷いがあって、結局進まなかったんですよ。私中高は福岡だったんですけど、とにかく大学で東京に出たいっていうのだけはもう絶対決めてて、
なんでかっていうと、私は何をするにしてもやっぱ東京の方がチャンスがあるなっていうふうに思って、東京に出て本当いろんなチャンスをつかみ取りたいみたいな自分の中であって、なので私は東京の、普通の私立の4大に進学をしました。私が進学した学部は全然ファッションとは関係ないんですけど、簡単に言うと国際教養みたいな学部に行ってたんですけど、私が行ってた学部はもう本当に授業が全部英語で、先生たちも本当海外の教授の方とかが来て授業を教えてくださってたんですけど、で課題とかプレゼンとか試験とかも教科書とかも全部英語っていう学部、それがメインのコンセプトの学部だったんですけど、なんでそこに進学したかっていうと、私ちっちゃい時アメリカにいたから英語がもともとできて、そういう英語を生かしてグローバルな教育が受けられるっていうのがまず魅力的だったのと、どういう職業に就きたいかちょっとまだあやふやみたいな状態でその受験とかをしてたので、明確にこれを勉強したいっていうのがあって大学に行ったわけじゃなかったんですよ。これって多分受験生とかってすごい悩むことの一つだと思うんですけど、なのでその国際教養の学部って教養なので、本当になんかいろんな全部のことをこうかいつまんでちょこちょこ習って、最終的に4年の間に自分のメインで学びたいことを絞っていって極めていくみたいな。なので実はその中でもアートの授業だったりカメラの授業だったり、本当いろんなね授業があって、全然、もちろん法律についての授業とかもあったりとか、あとはメディアの授業だったりとか、本当にいろんなコースっていうかいろんな授業があって、それを自分でこう選んで組み合わせてカリキュラムを作っていくっていう学部でした。それで最終的に私がすごい学びたいなって思えたものが、その中でもビジネスとかマーケティングとかそういうものにすごく興味を持って、学部は国際教養なんですけど、専攻というか自分が一番こう大学の間に学んだ授業の数が多かったのはそういうマーケティングとかビジネスの授業で、それはもう本当にねまさに今の私の仕事につながってくるんですけど、でそれとは別で私が東京に出てきて大学生の間何してたかっていうと、大学の授業はね結構私も真面目に受けてたんですけど、それ以外にアルバイト、私はアップルでアルバイトをしてて、それを同時進行でやってたりとか、あとは芸能活動、モデルのお仕事だったりとかっていうのを大学生の間に私はしていました。でなんでこれを今言ってるかっていうと、大学生の間に私はとにかく人脈作りをしてたんですよ。でそれはそのバイトだったりとか芸能のお仕事をする時に、カメラマンさんだったりとかヘアメイクさんとか、そういうメディアとか媒体の方たちとかとお仕事をしたりとかっていうのを、でそれが実は今の自分にすっごくいい影響を与えてて、私の中ではすごくなんかこうやっておいてよかったなっていう大学での過ごし方の一つでした。私とにかく周りの大人たちから単位はもう早めに取っとくべきとかすごいこう言われてたんですけど、なんかそれをすごい刷り込まれてたので、私はもう3年間の間で全部4年分の単位を取り終わって、最後の1年が私すごい暇だったんですよ。最後の1年どうやって過ごそうって思った時に、なんか新しいことに挑戦したいなって思ってて、でちょうどその時期に就職活動をみんながし始めて、私も何の疑問も抱かずに周りのみんながやってるから就職活動を私も始めたんですけど、で内定をいただいたりとかも結構いろいろしてたんですけど、なんかその大学4年生の時になんか就職活動をしていく中で、本当にこのままでいいのかなっていう風に迷う瞬間があって、その時に思い出したのが、その高校生の時の本当にお前は美術の道に進まなくていいのかって言われた時に迷った時の自分。私って本当こういう時にいつもファッションの道に進まなくていいのかとかアートの道に進まなくていいのかっていつもこう立ち止まって考えてるなっていうことに気づいて、なんか人生の岐路に立ってる時にその同じ疑問を何度も何度も抱いてることに気づいて、このままだったらいつか後悔するかも、チャンスを失うかもしれないって思って海外留学っていうのを決めました。そのファッションの勉強、ちゃんと専門的な勉強っていうのを今までしてこなかったから、イギリスのロンドンに
引っ越して、もうその時の行動力は今考えたら本当にすごかったなって思うんですけど、東京にあった一人暮らしのお家をもう引き払って、自分の家具とかも全部売ったりとか捨てたりとかして、大量にあった洋服とかも実家に送って、本当最小限の荷物で自分で手続きとかしてイギリスにまず引っ越して、でイギリスに引っ越して、アップルで貯めたお金でそのファッションスクールに通うようになりましたで自分の本当にそんなたくさんあったわけでもない貯金を切り崩して、それはねロンドンの美大の中のファッション科だったんですけど、その授業を受けてたっていうで私本当英語は話せるんですけど、別に住んでたのはアメリカなので本当に新しい土地だし、本当にねその時すごい挑戦をしたなっていうふうに今考えても思うんですけど、そういう経緯で、一応ファッションのお勉強はそこで少しやったんですけど、でもすごい短期だったので本当半年か8ヶ月ぐらいですかねいたんですけど、でもう一つ私が大学生の間に、その芸能活動をしてたっていうのがちょっとつながってくるんですけど、もう一つ私が地道にやってたことがSNS、 自分の世界観みたいなものをずっと発信していて、ただねインスタ映えするものを載せてたっていうよりかは、それこそ自分が描いた絵を載せてたりとか、なんか自分が撮ったフィルムの写真を載せたりとか、結構ね今のインスタとはちょっと使い方が結構違って、本当自分の世界観をすごい発信してたんですけど、それでこうインスタのフォロワーとかが大学生の間にすごく伸びたりとか、私はなんせ内定を蹴ってイギリスに渡ってしまってたもんなので、就職先とかないし、私はもう日本に帰ったら本当にただのニート無職の人になる予定だったので、結構焦ってたんですよ。イギリスで授業を受けながらも、本当これで卒業して日本に帰ったらどうしようっていう焦りもすごいあって、その時ね本当結構ストレスとかもすごかったんですけど、家と呼べる家もなかったし、拠点も結構あやふやな感じだったから、なんかそういう SNS を生かした活動をまずしていこうって思って、ナイロンブロガーっていうナイロンジャパン、雑誌のナイロンジャパンっていう雑誌があるんですけど、そこのブロガーになって、イギリスからこうブログでいろいろ発信したりとかして、あとはそれまでもやってたそのインスタグラムだったりでの発信ももちろんしてたんですけど、っていうねイギリスからできる日本に向けてのこう自分ができる発信みたいなのはしてて、でその間になんかビジネス本だったりとか、こう起業するためにどうすればいいのかみたいな本とかもその時結構いろいろ読み漁って、卒業式のタイミングで日本に帰って、もうすぐに大学卒業して起業をしました。アパレルブランドを立ち上げて、そこからねもうファッションデザイナーという道に進んでいったっていう感じで、本当そこから先はね本当今の職業と変わらないんですけど、仕事内容としてはもうひたすらにデザイン画を描いて、ワンシーズンに20から30型ぐらい絵を描いて、それをこうパターンナーさんに渡してサンプルチェックをしてものづくりをしているっていうファッションデザイナーとしての仕事と、あとはそのブランドの運営、アシスタントさんだったりとかアルバイトの子たちとかと一緒にこうブランド運営をしていったり、と私がやってるのはそのブランドの SNS の運用、 SNS で載せるためのその画像をグラフィックを作ったりとか、あとはそれをこう載せて発信したりとかっていうことをメインにやっていて、その傍らで、モデルのお仕事だったりとか SNS で自分のね個人のアカウントで発信していくっていう仕事をしたりっていうのが今の私のお仕事です。なので大学を卒業して以来そんな感じでやってることはずっと変わらず、もう今社会人6年目なので、私がファッションデザイナーになるまでの経緯ってちょっと変わってるかもしれないなって思うんですけど、みんながこう思うファッションデザイナーになるまでの道ってこう専門学校に行ってとかファッションの勉強をしてこうどこかの会社に入って、なんかそういうことが普通なのかなって思うんですけど、私は結構こう変わった経緯でファッションデザイナーになりました。なので参考になるかどうかは分かんないんですけど、でも本当今の時代だからこそできたことだなって思うので、誰かがこう挑戦したくなるような参考になるかなと思って今回動画にしたんですけど、私の今までのバックグラウンドを踏まえて私が思うすごく大事なポイントの一つ目が、インスピレーションをとにかくインプットすること
私の場合で言ったらそのアメリカで小さい時育った時とかにいろいろインプットしていろんな異文化に触れたりとかいろんな景色を見たりっていう話をしたと思うんですけど、本当大人になってからでも美術館に行ったりとかいろんな本を読んだりとかいろんな映画を見たりとか、あとは今で言うとねSNS だったりオンラインでいろんなインスピレーションって得られると思うので、とにかくいろんなものを見て吸収するっていうのがすごく大事だと思います。そうすることで自分の好き嫌いとか自分にしかない世界観っていうものができてくるかなと思います。誰にでも作れる服を作っても仕方がないので、自分にしか作れない服ってなんだろうって思った時にやっぱ自分が今まで見てきたものをいかにうまくアウトプットするかっていうところなのですごく大事だと思います。2つ目が行動力です。これは本当に私はすごく大事だと思ってて、これをしたいっていう人は多分5万といて本当にたくさんいて、でもよく言うのがやっぱりその中でもちゃんと行動ができる人ってほんの一握りで、行動するだけでもその本当トップ層に行けちゃうっていう、行動するだけでそれだけ一歩先に行ける、それは必ず経験値にはなるしその後活かせてくるし、よっぽど何か投資をするとか、借金をしなきゃいけないとかそういう大きいリスクがない限りは、私は時間ってどんなに忙しい人でも作り出せると思ってるので、時間がないとかっていう言い訳をせずにとにかく行動する。で最後3つ目が人脈を作ることです。私がやっぱりその大学生の時にいろんな人脈を作ったっていう話したと思うんですけど、やっぱりその人脈が今にすごい生きてて、大きい企業に入ってる人はいろんな会社内でのいろんなつてがあったりとかすると思うんですけど、とか会社同士のつてがあったりすると思うんですけど、個人で動く人たちって自分が持ってる人脈が全てになるので、そういった時にやっぱり若い頃からいろんな人脈を作っておくっていうのがいかに大事かっていうことに気づかされるし、クリエイティブな仕事をする時ってやっぱり一緒に働く人とのフィーリングだったりとかあうんの呼吸とかっていうのがすごく大事になってくると思うので、自分が表現したいと思ってることを相手に汲み取ってもらって一緒にものづくりをする、作品作りをするっていう風になってくるので、やっぱ昔からの知り合いだったりとか前からちゃんとフィーリングが合うなって思えてる人と一緒に仕事をするっていうのが私の中ではすごく大事にしていることの一つで、そこからまた派生していろんな人に出会えたりとか、新しいビジネスチャンスがあったりとか、個人で動く身としてはそういう人脈を作っておくこと、あとはどんどん広げていくことがすごく大事だと私は思います。私の中ではそういう3つの軸でファッションデザイナーになれたのかなって思っています。デザイナーになりたいとかクリエイティブな仕事をしたいと思っている方の参考になっていたら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。